おはようございます。画家のギソです。今日はですね、人物、顔の描き方の超基本ということで、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。今から3年ぐらい前かな、もう本当にYouTube 始めて1年目ぐらいにしっかり作り込んだ動画があるんですけども、それの改訂版と言いましょうか。そこからも皆様のご評価とかに送ってきてくださる作品とかを見て、もうちょっとこうしたらええのになとか、したらええのになっていうのが出てきて、そういったことをちょっと頭の中で整理しながらまとめながら今回動画を作っていけたらなというふうに思います。よかったら最後までご視聴いただければと思います。めっちゃ頑張って丁寧に作ります。でですね、今日はですね、グリザイ油という方法を使って、そこから乾いて1層、そしてもう1層、だいたい3日間ぐらいかかるというプロセスを考えてもらえると助かります。1日でなかなか描けない絵っていうのもありまして、この描き方はだいたい3日ぐらい。ただ連続して3日ではありません。残念ながら間に、最低3日、可能なら1週間空けてもらえるとありがたいかなと。だから、トータル3週間は最低かかるとか、途方もないような仕事でございますけども、そういうプロセスで、描いていけたらなというふうに思います。で、まずですね、今日用意したのは板ですね、板。で、板に、シナベニヤという、ベニヤ。これは僕はもう推奨しているわけではありません。これまず言っておきます。推奨しているわけじゃないです。ただ、簡易版としてよく皆様の動画にお届けする際に、古典とかで発表しないんです。ちゃんとやっぱり古典はちゃんとした保存とかがしっかりできるようなパネルに面布というのを貼って、白味という僕は下地、を塗って、そこにインプリンバトゥーラとかね、いろいろしてやっていくというプロセスなので、今回も簡易版です、皆様にね。で、特にこの間、勝手に公募展というので、皆様の自画像を見させてもらったんですけど、やっぱり人物が、100枚中、人物しっかり真正面から描いている人の中でも、やっぱり 10% ぐらいかな、できているなっていう風な感じなの。もうそれぐらいやっぱ難しいもんやと思いますので、ちょっとその辺、私の中では10% をなんとか 20% にできればとか、そんな風に思っております。で、はじめ、今日はグリザイ油で、描いていきますけども、板に転写しておきました。顔はですね。で、特に肌の色とかが複雑に出ている写真を選んだんですけども、転写で描いて、このジェスト、白と黒のジェストを薄く塗ったものを研磨して、研磨大事ですよ。で、アクリルの黒でまたなぞりました。で、絵の具に関してはチタニウムホワイト。白はですね、チタニウムホワイト。で、シルバーホワイト。蓋がね、どっかいてしまった。これね。で、あとは黒。で、これの3色で、この3色というか、この白と黒で描くのをグリザイ油というんですけども、ちょっと、これだけじゃ僕の中でちょっと、どう言ったらいいんかな、もう少しあったかい色みたいなのが欲しくなりますので、ちょっと茶色とかローアンバーで、これ、サムネイルにはグリザ油って書いてあると思うんですけど、本当はカマ油って言います。すみません。サムネイル詐欺でございます。バーントシェンナトランスオキサイドレッドとかいう色とか、ローアンバー。このあたりの色を使って、今日は描いていこうと思います。で、本来ね、ちょっと1時間前ぐらいに本当はやっておきたいんですけど、これはね、ポピーオイルという完成、僕はもうポピーオイルとテレピン、ほぼそれでいってます。で、ちょっと濡らしておきます。で、ちょっと前に濡らして、完成だけね、これね、テレピンだけ、ポピーオイルだけね。僕はもう一択です。でもこんな風にも筆もぐちゃーっと毛先が広がってしまっている、ようなものとかを、薄くすり込んで、で、油絵の具っていうのは、僕、基本的には絵の具に関しては草壁さんか松田スーパーさんを使っています。松田スーパーさん、草壁さん。で、どの色をどっちでとか全然なくて。なんか本当に僕適当なんで。はい、適当です。それで、ティッシュでこれね、拭き取ります。結構しっかり拭き取ります。もうだからもうほとんどただ薄くこれでね、塗られた状態なんですよ。で、白はですね、このスタンドオイルですね。スタンドオイルと呼ばれるもの、もうほんと、垂れてきたらえらいこっちゃになるので、いつも段ボールの上にこうやって置いて、どんどん垂れてくるという感じで、僕はいつもこんな感じで使ってます。皆さんもね、こういうのね。で、30% ぐらいの容量かな。入れて。で、これをナイフとかで混ぜます。油絵はね、どうしてもね、準備やらなんやらめんどくさいしね、大変やけど、出来上がった作品のね、感じはやっぱ、いい塩梅というかね。で、これね、本当にこれもね、ちょっとね、時間置いとくといいんですよ。
すぐ使うんじゃなくてね、僕はラップして置いときます、大体。2、3時間は最低置いておくと、なんかええ感じになってね、よう混ざり合ってね、ネット落としてくるんですよ、もっともっと。でももう今日はね、こうやりますけども、こんな感じでいきます。で、いつも言ってます。ティッシュはね、安いの使った方がいいですよっていうのを僕は、鼻セレブ的なやつやると、なんか、毛がいっぱいこうついてしまいますので、でもこの辺はもう使わんかなと。なんか水彩絵の具筆セット的なやつでなんか安かったやつのこういうの使いやすいんですよね。もうほんと筆の種類も変わるからもう皆さんねごめんなさいね。で白に関してはチタニウムホワイトとシルバーホワイトってあるんですけど、シルバーホワイトっていうのはこうどっちかというと型練り用みたいなので隠蔽力っていって覆い尽くす白さみたいなのは弱い。でこちらのチタニウムホワイトは白さめっちゃ強いけど厚塗りとかにはあんまり向いていないと。だそれを僕はなんか折半して同じぐらいの容量1対1ぐらいでそれをスタンドオイルと呼ばれるもので混ぜ合わすとより厚塗りができるインパストっていうんですけど厚塗りができるのでこういう風に使ったり本当 TPO です。TPO、時と場合によりけりなんですけど、白をすごくこう強くしたいなと、例えば髪の毛光っとるとかっていう時は白だけでやったりとか、これをポピーオイル、スタンドじゃなくてポピーオイルで熱くはあんましたくないからとかっていう時は、とか、もうそういう風にこう使い分けてます。だから皆さんもうとにかくね、もうこれが答えじゃないです。本当に言いますけど、こういう描き方もありますよという理解をしてもらえると、すごくありがたいんですけど、その辺ですよ。もう本当にもう長いことやってきてやっぱりこう伸びる人伸びない人の境目って答えがあると思い込むかそれを臨機応変に考えれるかみたいなところの発想の柔軟性みたいなのは僕の中では一つのこうターニングポイントかなっていうふうに思っているんですね。でこの完成言うとあとテレピン1対1ぐらいで混ぜるんですけど多分溶き油ほとんど使わないですよ。見といてくださいね。僕の場合ねこれね。よくこう水彩絵の具のようにこれをもう希釈剤としてバーッとこう使う人いますけど基本的にはもうここについた初めに塗ったんで十分描けます。で完成油でだけで描くぐらいの方が本当はね保存とか考えたらいいんですね。先ほど伸びる伸びない人のね違いみたいなやっぱりこう一つのこう言葉をもう切り取ってしまうようなタイプの人っているんですね世の中って。その前後関係みたいなのあるんやけど、ね、例えば新聞の切り抜き記事みたいなよく切り抜きってありますけどああいう感じでもうそこだけ切り取ってこの人はこうなんやこうなんやと多面的には見れない人っているんですね世の中ね。でやっぱりそういう人は伸びないです。その裏になんかバックグラウンドになんかあるんちゃうかなとかって考えれたりとかする人はやっぱりこう自分の絵に対しても応用的にこう考えていけるので伸びていくんですね。伸びるのが早いしそれはもう見て長いことやってきて思いますね。よいしょ。ピューまず暗いとこ行きました。滑るからですねこう長い線とかよくこうね髪の毛描くのもよいしょなんかね先でもある程度描けるからで一番のハイライトは髪の毛やったりしますね。これはもうここまでね白に映ってますけど実際そこまで白ではないんですけども、白く映っていますが髪の毛やったりするので、顔の中とかはある程度こう少し色がついていたりするんですけど言ってもどのくらいかなと。まずは絵の具ちょっと薄めに塗りながらどのくらいかなと。明るいところとかを探しながらこう面で見たりするっていうこう見え方ができてないっぽいですね。こう面でね大げさに言うとこう光が薄く当たっている面こうねこう当たっているこういうことですよね。であと形ソイソイ病って言ってほっぺたってこうなんです。皆さんこう書いちゃうんですよ。そうそう自分たちのこう筋肉とかっていうのがどんどんこうなっていくじゃないですか。でそうなっていく重力に対して筋がついたねそれとその筋肉のこうあれがどうなってるかというのとそういうのが複雑に絡み合っとるわけですよね。よいしょ。でグリ剤を構えに関してこうすっごい大事です。若干明るく描いてください。思ってるより若干明るく。それでもなかなか明るくならないです。だいたい30人あってそれがうまくいくの見てたら3人ぐらいやったかな。
僕もちょっと暗くなりすぎたってことも結構ありますけど、思ってるより若干明るく描いてあげていいです。で、なんでグリザ油で描くかっていうと、僕は人の肌だけはグリザ油で描いてます。あとはあんまりこう描かないです。で、なんかこう微妙なこうちょっと人間の顔ってこう赤みがかっていたりするんですけど、薄く青とか感じたりしません？無理やりこう皆さんにね、こうね、同意を求めるところがあるんですが、ちょっと青とか感じたりする。でそういうのとかをこう描いていくのにはすごくこう方法です。いや、暗いところから描くこともありますしね、今回は明るいところから描いていってます。明るい色でモデリングしていく。で、作った色を他にもこう使えそうならば、それをこうどんどん広げていきながら、初めやっぱりこう、絵の具やっぱ混色するっていうことと、置いていくっていうことね。よくこう、叩き筆とか使うからんですけど、もう皆さん叩き筆があるから絵が描けてると思うんです、言われるんですけど、全然なことじゃないですよ。これワンチンって言ってね、絵に直接こうつかない、ただ棒を切ってるだけですよ。何度も質問100回以上受けてますけどね。ただ棒を切って向こうと向こうに切り渡してるだけですよ。ね。ただワンチンは書くスピードめっちゃ上げます。これは間違いないです。ちょっと赤みがかっているようなとことかは少しこうなんか茶色とかをほんの少し見せてあげるような感じにしました。で、ちょっとずつ置きながら少しずつこう周りの色と少しなじませながらグラデーションみたいなの作っていきながら、もう少しずつですよ。で細かいパーツよりもまずこう人の肌というか骨格みたいなものも意識しながら、ある程度こう一通り置けました。あかんと思ったら拭き取ってあげてください。ティッシュとかでも取れますのでね。ここにもまだ絵の具をグッと厚く塗って、まだマシマシ系で、特に明るいところね、明るいところみたいなのは少し絵の具を厚く塗ってあげて、ここの白いシャツなんで、ここが一番やっぱ白いですね。でこういうところガッとこう厚く塗って、もう今生の白グッと厚く置きましたよね。で明るいところに厚く。でやっぱ人の肌と比較するとやっぱりこっちは白いなっていう感じしますよね。で影の方ちょっと薄くとかね。こういうところは後でね色あれするのちょっと面倒くさいんで、少しこう茶色とか入れて、白黒じゃなくてちょっとこう固有の色に近いの感じにしておいて、で大体こう単一の同じような色なんで、ティッシュで拭き取ってね、例えばちょっとテレピンとか入っているものでもうちょっとこうグッとしてあげたりとかしたら、また完全には絵の具取れてませんけどね、もっと暗い色かなとかっていうところとかにグッ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 と置いて、背景真っ黒に近いんですけど、どうしましょうかね。後で今日次回以降考えていこうかなとは思いますけど、あんまりこういうのね、今日は背景よりも人の
顔ということに、絞ってお話しさせてください。いつもは僕口に関しては実は赤とか使ってます。でももう今日はね、もうこれでいきましょう。やっぱりなかなか赤とかね、色ペット出ないので、ちょっと毛がついてるな。でこのグリザイユの作業で大事なところっていうのは絵の具の物質感です。もう圧倒的にそこです。でその物質感をつけておいて、ある程度もちろんトーンって呼ばれる白黒に直した階調の状態ですねを作っておくことによって2層目以降大きなバルールっていうんですけど、トーンとかバルールとか難しいでしょうけど、白黒の階調の状態に直した時はトーンって言います。で色がついた状態でね、色がはみ出したりしていないことをバルールが合っているというふうに言います。バルールっていうのはバリューから来てますね。価値ですね。色の価値がその場所に合っているということをバルールが合っているというふうに言うんですね。で目の方を描いていきましょうね。でこういうふうにある程度単色で描いていった場合はまた同じようにティッシュで拭き取ってあげて、かなり明るいですよね。で目の中なんかもちょっと顔の描き方っていうことはね、ちょっと例えば下の眼球の下は反射光みたいなのでほんの少し例えば明るくなってたりとか、そういうのとかを観察してあげてほしいんですよね。でこちらはまた白になって、これも眼球という意識を持ってで同じようにこちらの方も少し反射光があるなとか、黒目と白目の境目って実はちょっとはっきり白黒って分かれてるわけじゃなくて、ほんの少しだけ混ざり合ってたりするんですよ。でそういうのとかも逃さないようにして。で皆さんね、興味津々叩き筆というのですね。これ何号ぐらいなのかな。ナンバー4、これ何号か、2号400円と、4号550円と、このあれかな。で僕は毛が柔らかいやつ使ってます。硬いやつもありますけど、僕は柔らかいの使ってます。で明るいところから暗いところに叩いていくというのを僕は芸大の学生時代に教わりました。教えてくださった先生がこれをイタリアから輸入したとおっしゃっていて、ここに絵の具をつけて描いていくこともできますけど、本来多分輸入をされた先生はこういうふうにつかめでっていうことを言ってくださいましたので、みんなこれに絵の具をつけてこすってんだけど、これ違うんだよねって書いておいてからとその先生はおっしゃって、本当ですよこれね。いわき市立県立美術館かなんかの館長さんされてたような、どうされてんのかな。で大きい面積はこれぐらいのでいいと思いますけど、ちっちゃくなってくるとちょっと小さいので、叩き筆で馴染むようにしていくと。で僕はここで満足しないでほしいんですね。皆さんここでもうつるっとしたわとかね、ぬるっとしたわっていう感じで皆さん喜んではるのか、やっぱり絵の具なんで、絵の具をやっぱりしっかりとこっからもう粘ってほしいんです僕はね。
もう一丁これでね、もう一丁これでガーッと少しこれ絵の具の質感をこうつけておいて、ここでもう一層もう二層と乾かないうちに粘ってほしい。よく混色してね。こういうのはなかなかね、動画とかで伝わりにくくて、ね、なんとかこうカメラをいいの買って皆さんにね、とか、拙者でこう撮ってとかね、こうしてるんですよ。じゃあね、一生懸命やってるんですよ。で、この段階でこう絵の具のこう質感みたいなのをある程度つけておいたら、後でこう効果がより出てきますので、ちょっとこう細かい、仕事とかも置いて、前は光っとるなとか、細か。ここでね、実はめっちゃ粘りたいところなんですよね。少し絵の具置いて、少しこうやって絵の具をね、こうぐじゅぐじゅぐじゅとこう、筆跡をですね、ちょっと光がね入っているなとかですね。ちょっといよいよ眼球の白さも描きましょうね。ぴょんぴょん。で毛先の筆の絵の具取ってそういうのでこう少しこうぼかしてあげたりとかですね。こんなん見せてたんですよ今までは。全然やっぱ見た子は伸びますよね、それはね。こんな仕事してるんやちゅうね。実際今もうプロでねガンガン活躍してる子たくさんいますよ。輪郭を少しこう柔らかくこう、ボケているようなところは少し柔らかくですね。もうこの段階で僕はやってしまった方がいいかなと。両方の絵の具がこう置いてある状態の時とかにですね。なんかちょっとムラっぽいなと思ったら。この辺がもうちょっとこうねうまいこと綺麗に馴染んできたらなとか。結構こんな微妙な仕事をですね、なんかご飯食べ終わった後にまた見直して、いやもうちょっとこうかなとかもうちょっとあかなとかっていうことやるんですよ。乾かないうちに。食べ終わった後、お風呂入った後、翌日になったらもう完全にちょっと吸い込み出して乾き出してるので、もうその時はやめた方がいいです。私個人的な見解としてはもうその日のうちできたらもう3、4時間ぐらいの中でやりそうかな。で、髪の毛も少しね、描いておきましょう。
これはちょっと油をつけるんですが、あまりこうジャバジャバにはせず、この粘着性みたいなのをうまく活かしながら、軽さみたいなのを、ナムラさんの筆をごめんなさい切らしていただいて、職人さんすみませんでした。よいしょ。簡単に言うと、ここに絵の具を含めるからね、ただ毛が細いだけやったらなんかあれなんですけど、っていう僕が勝手にこれ編み出した方法なんですよ。大学生ぐらいやから、もう今から30年ぐらい前ですけど、当時もこの筆だったと思います。25年ぐらい前かな。ごめんなさい。ぜひね、油絵他にも、ちょっと昔のやつやからちょっと画像が悪かったり、編集が下手やったりね、今もあんまうまくはないですが、参考になる動画、もうぜひぜひご覧いただけると助かります。滑る状態から描けるんですよ。皆さんね、結構間違えてて、乾いてる上にこれ描くの難しいですよ。これ滑るような状態にしてるから僕は描けるやと思ってますよ。濡れてる状態ですね、いわゆるね。この段階で前髪とかもね、書いておけるなら僕は書いておいた方がいいかなと思ってますので、眉毛とかもね、全部じゃなくていいですよ、もちろんね。後で書くにしても、一回書いてあげる。という感じで45分程度書きました。こんな感じで、書いていきます。で、これをだいたい1週間ぐらいまた乾かして、次の着色の段階に入っていきます。完全に乾かしましょう。それでは、2日目、完全に乾きましたので、2日目の仕事をしていこうと思います。2日目からこう構造を作っていくんですけど、完全に乾かしてます。だいたいこう、もう下手すりゃ2週間ぐらい間空いてしまいました。ちょっと忙しいてですね。今僕はこう完成油というので濡らしていきます。で、僕はなんかコバルトバイオレットをなんか使うことが多かったり、します。これはもう皆さんのお好みでいいと思うんですけど、で、透明色に近いような色がいいかなというふうには思います。なんかこう、うっすら残った色がこうなんか、印象派的に綺麗な影の色とかに僕なるので、この紫色とかを塗っていくことが多いです。時と場合によりけりなんですけど、この段階まだこう構えを続けることもあります。意外とあります。2層目も構え湯って言って同じような単色で描いたりすることもありますけど、今日はちょっともう3日で描くということなんで、少しこう着色を進めていこうかなと思います。全面濡らして、これ安いティッシュとかでしっかり拭き取ってあげて、取りすぎでもないんやけど、僕の場合ね、これね、要は濡れた状態で僕は描いていくことが多いので、描きやすいんですよ。これ結構皆さん、完全に乾いたら、ね、その上やっぱカサカサして滑らんかったりして、僕なんか描きにくい。で例えば、もしね、こう紫じゃなかったらこういう色を使う時もあります。例えば全体にこうなんかもうちょっとこう、何がかったっていうのかな。少しこうね、例えば髪の毛の部分だけこういうこう、茶色にしといてあげようかなとかですね。そんなことをすることもあれば、ちょっとこう、顔の部分だけ、なんかこう、少し白を混ぜてね、同じような前作ったら、もうちょっと半透明ぐらいにしてあげたり。この辺がこう僕はなんかこういうやり方がいいですよっていうわけではなくて、本当臨機応変に対応していくので、こう皆さんにとっては混乱する部分かもしれませんけど、こういうのが楽しいわけですよ。なんかその状況みたいなもの、これは逆効果があって、どんな感じかなというので、ちょっと例えば青系かなんかで、これぐらいのがええかなと。で、これ完全に乾いてるからこんなことできるんですよ。何回も何回もこう完成油だけですよ。ここにテレピン入れてあかんですよ。で、弾いたりする場合は結構何回もこんなんやってたら弾かんようになってきます。はい。
こんな感じで今日はじゃあこれぐらいのちょっとこう、逆光の青みがかったような雰囲気みたいな感じにしておこうかなと思います。で、ここのところっていうのは僕は個人的には少し濡らした状態、パレットのここのところっていうのは。油絵の具、油絵を難しくしている要因の一つというのは、この溶き油の種類の多さやと思うんですね。その種類に関しては、もうとにかくまず大きく3種類ありますよということを理解してください。で、一つ目は完成油です。要は乾く性質の油。乾くというものですね。で、それをまたちっちゃく分けると、ポピーオイルっていうのとリンシードオイル。よく一般的なのはリンシードオイルというふうに呼ばれているものなんですけども、で、それはちょっとね、今みたいな感じで、グレーズだけで使っちゃうと、黄変してしまう。黄色くなってしまう可能性があったりするので、例えば白にね、完成油だけ混ぜたりとかすると、ちょっと黄変してしまう可能性があるので、僕はポピーオイルというのを使ってます。要はこういうのは、ポピーオイルとかで一般的には練られていたりとか、白とか黄変してしまうと厄介でしょ。っていうのとか、逆に茶色とかね、この辺の色とかはリンシードで練られたりとかしているということがあったりとかします。今はサフラワーオイルとかっていうのとかなんですかね。で、昔は伝統的にはそういう方法でした。で、もう一つは揮発する。揮発。わかりますかね。揮発っていうのは、要はそこの部分だけファーっとこう飛んでってしまうって揮発です、揮発。そうすると、ね、絵の具がこうチューブからこう、例えば、これ揮発性油、完成油が混ざり合ってるんですけど、やっぱ薄くこう溶いたりするときにはいいです。こうね。でも、これ固着力自体は、ここの、ね、揮発、こうテレピン分とか、で揮発性油には揮発性油にはテレピンとペトロールというのが大きくあります。で、植物系、鉱物系です。でもうあんまり違いないよと、絵の具会社の工場長言ってたので、どちらでもいいと思うんですけど、僕はテレピンっていう、ターペンタインとかっていう風に言ってるやつを使いますけど、ここにフィャーっと飛んでいくと。こっちは完成油だけね、ちょっとこうね、見せますけど、完成油だけ。ちょっとこう溶き方としてはこうね、こっちの方がすごく薄くなる。こちらでもしっかりこう溶いてもこう。で、どっちかというとベトーとなっていく。で、こちらだけでじゃあ描いていけばいいじゃないかっていう完成油だけで描いていってもいいんですけど、ベターっとこうしすぎてなかなか乾かんかったりするので、こう、初めの書き出しの段階っていうのはこの揮発性油とかを入れたりとかすることが多かったりします。で、徐々にこう、油分を多くしていく。というふうに本書いてあるんですけど、僕個人的にはもう、なんていうの、このチューブで練られた状態が一番最上の状態だと思ってもらったらいいので、ベタベタやりすぎてる人が結構多いなっていうふうに思います。何のため僕濡らしたかって、もうここ完成油引いとるんですよ。だからもう完成油だけで描くとかっていうふうによく言いますけど、というか、もう絵の具だけで描くぐらいの気持ちでいいんじゃないかなというふうに思ったりとかしています。ちょっとはもう今日のここからは、少しですね、ちょっとだけ色をつけていくような仕事をしていこうかなと思います。ちょっとね、練りが強いので。で、カドミウムレッド、カドミウムイエロー、コバルトブルー、コバルトバイオレット、カドミウムイエロー、カドミウムレッド、コバルトブルー、コバルトバイオレットっていうのを足しました。コバルトバイオレットはもうほぼ使わない。初めにちょっと見せただけで使わないかなと思います。油絵の具っていうのはもうあかんと思ったら乾いてたらもう拭き取ったってくださいね。こうやってねビューッと拭き取ったり、もう下手すりゃティッシュとかで拭き取ったりもできますので、ここはすごいいいとこですね。こうまた戻れたりとかすると。でもうゴテゴテと乗せすぎたら今度、乗せすぎたらというか絵の具が混ざり合いすぎてしまうことありますから、ちょっとその辺を注意しながらですね。少し例えば形をこうなくしていくというか、少しこうね描いたもの多少消えてもまた描けばいいので、いろんな色を感じたらそれを絵の具を置いていくというような気持ちで、グレーズをよいしょ。少し白が今練ったばっかりなんであんまいい状態じゃないのでちょっと描きにくいんですね。
ね、少しこう目の中に入ってくるような仕事もあったりとかしながら、少しなんか柔らかくなってきたね、柔らかくなってきたような感じしますよね。わかる？柔らかくなってきたってわかります書き出しの段階もう一回見返してみて持ってくださいね。やっぱカチッとしすぎていたというかね、1層目だとなかなかそこまでできないことが2層目になってくると、そういうふうに少しこう柔らかくとかできるなとかっていうこととかですね。ちょっとこう固有の色とかもいきなり、ではなくとも少しそれに近づけるような仕事みたいなのをちょっとこう構造として作ってあげたり。よいしょ。スーパーマゼンダ、赤系の横にちょんこっとね、少しこう叩き筆で、少しポン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 と叩いてみたり、形消えすぎたな思ったらね、やばいやばい鼻とか見えんわって思ったなとプッて拭いてあげたりしたら、ほらある程度見えてくるでしょ。でこういうところが油絵のいいところですよね。微妙なこう、ところとかっていうのを出せると。メリットデメリットって絶対あるわけですよね。匂いが臭いっていう人もいれば、もうこれで頭痛するっていう人もいはるでしょ。ね、顎のこの下のラインとかもうちょっと見せてあげた方がいいかな思ったら、この拭き取ってあげたりとかして、ほら出てきたとかね。よいしょ。こんな感じでですね、やっぱ初めの段階とだいぶ印象変わったと思います。で少しこう、もうちょっとこう複雑な色とかどっちがいいかな、もう少しだけテレピンとか入れてね。でよう練ること、もう本当に上達の一番初めの問題としてよう練ることです。本当これは何でも言いますけど、ものすごいこう練る、絵の具を練る、混色するスピードとかおじさん早いですけど、皆さんそこは真似せんでほしいんですよね。パパパパッタッタって置いてるように見えますけど、もうそれはね、でって感じですけど、そこをよく真似されるんですよね。じゃないて、的確なわけですよ。よいしょ。まずはこう色をしっかりと置いていって、もちろんこう形を作っていって、まあプラスアルファ物質感みたいなものまで、攻めていけたら理想的と。まあこの辺にこう微妙に光が入っているところとかですね、鼻のこう側面とか入っているとか、そういうこう微妙なところを追いかけながら、またこう複雑になっていって、まあこうタッチがですね、こう残っている状態でも後でちゃんとこう直せるわっていうことで、あまりこの時にはね、一手一手にこうせずに、一つ作った色をある程度いろんなところに、ここにもあるな、ここにもあるなっていう感じでこう散りばめながら、もう本当なんかいろんな色を感じます、見てると。点で点で置きながら広がっていって、でこのマゼンダとか青系やったらフタロシアニンと呼ばれるような色を使うときはちょっと要注意で、これね。でもこう唇とかの赤いところとかの色はなかなかこれは出えへんぞとなった時には、こういったものを使いながら、どうしてもこう染まってしまうので、すごい強いので、ピャッとこう置いただけでガッとね、わかりました？今のガッとなったらペッとなるということね、ちょっと注意しながら、ギュッギュッギュッピャッピャッピャッ。少しこうね、色が入ってきたことによってなんか雰囲気変わりましたよね。例えばほっぺたとかもほんの少しこう赤い色とかがガガガと入ってるなとか。でこういうのをまた叩くと。
ちょっとこう周りがこう明るくなってきたりなんかしたら、目の中のこう白さみたいなのね、もう本当になんか私みたいなこの汚いこう白目じゃなく羨ましいですよね。どん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 ね年取っていくとね汚い白目になっていくんですけど、少しねもう一回白目をね白目とか例えば歯とか少しこう描いてあったりとかすると、ね、だいぶ印象変わりますよね。キラッとこうしてねキラッキラッと。そしてちょっとねこういうこうもうちょっと細かい描写とかをしていこうかなと思いますけど、そういう時はちょっとパレット掃除するね。もちろんこう日頃描いているものより簡易版として作っているのでね、そこのとこはご容赦いただいて。少しグッと書き込んでいくとね、周りのとこのこうタッチとかが少しねなんか強すぎるかなとかっていうの見えてきたりですね、また新しいなんか見え方してきますもんね。微妙な調子を書いておいたり、ちょっとマチエールを付け出してますね。ほんの少しですよ。もうで明るいところとかに少し厚く塗ったりとかしていってます。で少し髪の毛とかも描きながら、こんな感じで、2層目というのを進めていきます。描けるだけ描いた方がいいですんでね、どこまでもやってもらって結構ですよ。要は2層目3層目と書いていくごとに確率が上がっていくというか、密度もぐっと上がっていくみたいな感覚ですよね。ちょっと髪の毛を描いて、2層目をちょっと1回またこの辺りでと思います。僕はこのいつも名村さんの筆をズボーンと切ってしもうてね、ごめんなさいね職人さん。この腰は大好きなんですよね。少しずつこうまつげとかもね、女子にはまつげが大事だそうですよ。聞いたことありますよ。明るい
こういう毛の長い筆みたいなのはどっちかっていうとこう、長いストローク線とかを引くにはすごい重宝します。細かい描写という感じではなく、どっちかというと長いストロークとかには僕は重宝しております。細かい描写とかはやっぱね、瞑想筆とかもうちょっとね、毛の短めの、それでもコシのあるね。もうコシは大事なのよ。うどんもコシじゃないですか。ねえ、もう九州のうどんはもうやわやわよ、もう本当に。でもね、これね、食べ続けるとね、美味しいんですよ。今もうね、20年、18年ぐらい住んでると、やわやわうどんも美味しくなってくる。初めは衝撃受けましたけど、あれが美味しいのよね。すけさんうどんも美味しいわよね。ねえ、巻きのうどんも美味しいわよね。はい。どないだっけまた出てこへん。うどん屋ウエスタも美味しいわよね。もう本当にもう、美味しいのよ。ちょっと置いて、それをこう下の絵の具を使って少しこうね、伸ばしていったりとかですね。髪の毛白くは見えますけどね、実際問題白じゃないんですよね、こうね。ある程度明るさどこまでか分かりませんが、少しこう明るめに描いておいて、2層目ということにしておきましょう。という感じで、2層目までやるかい。肩のとことかね。この辺とかブレーっと乗せておきたいですね。こうまたこれで1週間乾かすということになります。ね、2層目ブレーっと1週間ぐらいまた乾かします。よいしょ。それでは、最後の描き込みをしていこうと思います。3日目ということでございまして、これは完成油だけをですね、いつものように、全面に僕は濡らします。いろんなやり方あっていいんですよ。皆さんそれぞれでね、どんな感じにしようかね。神がかっている感じにするか、ちょっとやっぱ弾きますもんね。もうかなりこう直の絵の具ぐらいの感じでガーッといってみたり、あんまりこうべちゃべちゃっとやるわけじゃなく、本当この絵の具自体を僕は使います。こうやってね、なんか溶き油こう依存症みたいな絵多いなと思いながらやっぱりこうね、水彩絵の具の延長みたいなの持ってはる人いますけど、ほんとチューブから出した状態で十分なんですよ。で本当に。でもちろんいろんな描き方あっていいんですけどやっぱりこのチューブから出した絵の具っていうのが綺麗なんですよ本当に。だから僕はそれをこう乗せやすい状態にこうするためにこういうふうに、完成油で滑らせれる状態を作っているというだけです。ちょっともうちょっと青みがかった感じしましょうか。このカドミウムグリーンペールね、どの辺がええかなと。ここからこう上層に描いていくのにどういう色を使っていくかなとかっていうことをちょっとこう考えながら指ですり込んでみたりとかして、どっちがいいかな悩むとこですね。で使用する色は、ピーチブラック、バーントシェンナトランス、ウルトラマリンブルー、カドミウムイエローかな。オーロライエローの方が僕は個人的には好きですが、カドミウムレッド、コバルトブルー、コバルトグリーン、コバルトバイオレット、スーパーマゼンダ。このスーパーマゼンダちょっと使うんちゃうかなと思ってます。よいしょ。不安がひどいので。で、この青系、みたいなのの反対色に近いような色を少し頑張って作って、これはもう白は塩白は、あれをね、スタンドオイルを少し混ぜたりしてます。違うかな。こっちはポピーオイルだけです。ちょっと明るすぎるかなとかね。
少しこう下の色とかも生かしつつ残しつつですね。虫取りばっかりしとるからね。ちょっとこれぐらいの青みがかったね色とかを勇気がいりますけどね、こういう色ね。少しこう青みを残しつつも全体的にこう暖色系を置いてみたりとかですね。絵の具自体は相当薄いですね、今回はね。少しずつこう絵の具の質感もつけながら、物質感もちゃんとつけながらですね、ほんの少しずつですけどね、そんなにこうゴテッと乗せているわけではないけども、これを3層4層5層と、何層もやっていくとやっぱり複雑になってね、非常に美しいマチエールになっていきますので、同じようなことをですね繰り返していってもいいです。油絵のやっぱりいいところはこういうところですね。この顎の下のラインなんかもね、全然もう喋らなくなってきたね。もうちょっと薄めた方がいいなと思ってね。髪の毛が線引けるか。これはもうテレピン入ります。僕はテレピン入れます。で、よーく混ぜます。ちょっと白とかも入れたりしてね。これが難しいんですよね。
まつげとかも改めて描いたり、こういう仕事をエンドレスに続けながら密度を上げていって、完成としていくわけなんですけど、本当にもうこういうことをもう最後の最後までこうね、こんな松崎しげるさんばりに黒いおじさんが頑張っておりますよ。という感じで、完成かなとさせていただきます。まあこんなもんエンドレスにね、もう何もでもできるので、こんな気持ちでこうやっていくという、もうこれ本当にもう何度も見ますけど、作画動画用ということで、皆様の参考になったという方はぜひぜひチャンネル、サインしておきましょうか。一応品よくね、こういったものをですね、なんかこうメンバー限定のとかですね、スペシャルサポーターの皆様とかにね、個展とかで出すわけじゃないんですよね。こういうのね、皆様の勉強のために、作っているということでございました。今日の動画良かったという方、ぜひチャンネル登録してない方、急いでグッドボタン、コメントちょうだい。では、チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。